やさすアテナイの皆さん、今回もニューノーマル編ということで、コロナショックが落ち着いた後の日本語教育業界のお話をしていこうと思います。で、今日のテーマは授業設計のニューノーマルです。つまり1時間1時間の授業がどうなるであろうというお話なんですね。で、そもそも今の語学の授業がどういう流れの上にあるかというと、まず1950年代、オーディオリンガルという教授法がありまして、で、これは例えばドリルをたくさん使います。教師が言ったことをリピートするとか、動詞を活用するとか。で、これみんなで一斉に答えたりするので、飛沫を飛ばします。はい。で、さらにその後ペアワークみたいなことで、2人ペアで会話練習とかするんですが、ソーシャルディスタンスが保てないわけですね。はい。濃厚接触してしまうわけです。なので、今こういうのがしづらくなっていると。で、その後、1970年代ぐらいからコミュニカティブアプローチという教授法が出てきて、それはロールプレイをしたりとか、あとプロジェクトワークというものをしたりします。で、これはみんなで協力して何か作品を作るわけですね。論文集だったり、壁新聞だったりとか、あとはラジオ番組とか作ってもいいんですけども、そういう中で語学を使っていくという活動なんですが、これもやっぱり濃厚接触してしまうので、できませんと。で、そんな中2020年になり、はい、緊急事態宣言、一斉休校みたいな流れを経て、教育がオンラインに変わったんですよね。で、最初はみんな戸惑いました。授業をする側も受ける側も。で、だんだん慣れてきて、オンライン授業でもペアワークできるじゃないかと、二人組にできるじゃないかと、グループワークのグループ分けもできるじゃないかと。ということで、だんだん慣れてきた時に、今、だんだん通学が再開されて、対面の授業に戻りつつあるという状況なんですね。で、戻ってみたら見たで、はい、学校がいろいろ言うわけですよね。ペアワークさせないでくださいとか、生徒と生徒の間2メーター以上空けてくださいとか、そうなると、そういう活動が一切できません。はい、教師が90分ずっと一方的に喋ってるだけみたいな、パラダイムで言うと100年間戻ったみたいな、そういう教育に今なってるわけです。はい。で、そんな中で、ニューノーマルですね。新しい形の教育がどうなるかというと、まず知識の伝達に関しては、もうオンラインで動画を見てくださいとかになると思います。これ反転授業っていうことがあるんですが、もう先に授業を受ける前に自分でそういう動画を見ておくんですよね。はい。で、ドリル練習なんかのところも、もうアプリなんかでゲーム感覚でできるようになると思います。で、教師がそれ管理できますので、誰がどこまで進んでるか、で、全然手をつけてない人がいたらそこにフォローすると。そういう形になってくると思うんですね。はい。で、いざ通学してきてもいいですし、オンラインでもいいんですけども、じゃあみんなで集まった時には活動をしますと。はい。で、そこで、活動とか練習をして、はい。それで学習が成立するわけです。で、あと評価なんですけども、別にテストも、みんなで教室に集まって、ペーパーテストを必ずしもしなくてもよくて、はい。もう今これ、すでに実践例あるんですけども、オンラインでもうフォームを作って、好きな時にテストを受けて、何回でも受けていいと、そういう形式ができます。で、教師の側からすれば、採点とか集計がいらなくて、もうリストになってそれが結果が出てくるので、教師の側も楽ということなんですね。で、こういう話をすると、カンニングがあるじゃないかとか、条件が平等じゃないじゃないかとおっしゃる方あるんですが、別にその評価の中のテストの割合を小さくすればいいんですよね。もっと授業参加とか提出物とか、出席とか、そういうところで、ウエイトをたくさん置いて評価をしてあげればいいだけの話なので、新しい教育というものはだんだんそうなっていて、でも当たり前のようにそれを実践できている学校とか教師もいるということなんですね。なので、もうそう遠からず、これが当たり前になる時代が来ますので、私たち教師も、あと学校も、これに対応していかないといけないというところのお話です。では、いかがでしょうか？少しでも興味持っていただけたら、チャンネル登録と高評価していただければ嬉しいです。はい、次回も同じようなテーマでお送りしたいと思いますので、今日はこの辺で失礼いたします。アディオ！